こんにちは、木下優香のゆるちゃんです。今日はですね、私のふるさと北九州市さんから美味しい贈り物をいただいています。じゃん、大葉春菊です。これはですね、大葉春菊といって生でも食べれる美味しい春菊なんですよ。普通春菊ってね、なんかお鍋とかに入っておったり、ちょっと火を通して食べたりしますよね。これはですね、北九州オリジナルの春菊なんですよ。野菜ドレッシングもいただきました。これはなんか北九州市のレストランとかお店でよく使われてるドレッシングみたいで、北九州市のお店に行ったら食べられるみたいです。プロ仕様ですよね。でこのドレッシングにはね、玉ねぎ、人参、ニンニクなどの野菜がたっぷり入ってるんですって。色もすごい濃いですよね。濃厚そう。うわーめっちゃ美味しそう。すごいドロッとしとって美味しそうです。でも私ね、実はあんまり大葉春菊知らなかったんですよね。初めて食べます。全然ね、春菊に苦味がなくって美味しいです。でこのドレッシングも濃厚で甘みもあって、で酸味もあってすごく美味しいです。これめっちゃいくらでも食べられますね。じゃん、完食です。もうね、春菊もドレッシングも美味しくてもりもり食べられます。じゃん、また DVD が入っています。今回は50歳から住みたい街。私が50歳になったら想像できないですねこの DVD の中になんかヒントがあるかもしれません。早速見てみましょう。50歳から住みたい街編。50歳。今回のテーマは障害活躍の街、いわゆるシニア世代についてですね。で松田さんはミスター CCRC と言われるほどこの分野の専門家で、まずは日本版 CCRC この生涯活躍の街というものについて簡単に教えていただけますか。そうですね、一言で言うとアクティブシニアを核に多世代が輝く街を作るんだということです。で CCRC 自体はコンティニューイングケアリタイアメントコミュニティの略で、アメリカで普及しているシニアの街の名称です。日本の社会性あるいは国民性に合った日本版モデルが必要だと、さらに北九州に合ったモデルっていうのが必要だということで、それを進めようと、今岩田さんと一緒に進めているところですね。実際松田さんには何度か北九州来ていただいていろんなところを見ていただいたんですけど、率直に北九州どんな感じかと。いいと思うのは3ついいところがあるということですね。一つはその体の安心のサポートということで、それはまた健康のサポートですとか、あるいは病床数介護のサポートということ。2つ目はお金の安心ということですね。それはやはり他の都市と比べてやはり生活コストが安いと思います。それはその住宅でも食費でも普段のお金の安心があるということ。大事。で最後はですね、その心の安心というんですかね、やはり人がですね、なんて言いますかね、優しいと思うというところ、これはですね、移り住む人にとってみると非常に大きな魅力だと。だからその体の安心、お金の安心、心の安心3つが揃っているところが魅力だと思いますね。ここでですね、ちょっと見ていただきたいのは定住移住の応援プロジェクトでお試し居住というのをやってるんですけども、ここで横浜市の方からですね北九州市に移り住んだ方のご紹介です。横浜いいとこやけどね。決断ということ。大体4週間でしたけれども、大体3分の2は市が準備されたいろんな施設、あるいは観光地、企業、そういうところをご案内いただいた。楽しそう。老人ホーム見せていただいたら、対応の仕方っていうのが格段の差があって、非常に皆さん施設の方が老人に対して優しい、親切、やっぱ北九州が格段に違うなと。めっちゃ褒めてくれてる。出ていただいた佐藤さんと一緒に私もですね、お試し移住ちょっと同行させてもらったんですよね。で心に残ってるのは佐藤さんが北九州市に対して思ったより都会的で、そしてむちゃくちゃ物価が安くて、何よりも人があったかいっていうこの3つをおっしゃってたのがすごく印象的でした。あと私はとにかくね、飯がうまいと思います。美味しい美味しいものいっぱいある。旦過市場はじめとしてですね、食がですねうまいっていうのはやっぱりこれは健康をね、懐かしい。健康寿命を伸ばしていく結構大事なキーじゃないですか。
観光はですね非日常ですけども、その移住っていうのは日常。そうすると日々食べるものが美味しいっていうのはとっても大事なことそうなんですやね、一番大事だと思う。あと北九州市がこれは確か50歳から住みたい地方ランキングか何かで1位になったと思うんですよね。すごい。実はまあ市民の皆さんも非常に意外に受け止めてですね、そんなに住みやすかったのみたいな声は多かったんですけれども、住んどるとわからんよね。それぐらいなんか住んでる人はあんまりこう、気に留めずにそれを実感してたのかな。普通やもんね、それが。で実際どんどん高齢化率も高くなってるんですけれども、で一部の人はそれを嘆かわしいというふうにして、ちょっと悲観的に見る人もいるんですけれども、これでも全国的にですね、もうこの傾向は止まらない、北九州が先頭になってモデル都市になるんだぐらいの感じで頑張らなきゃいけないなと思ってます。そういう意味では今新しい取り組みとしてですね、シニアハローワークっていうのを創設したりとか、お二人にも見ていただきましたけれども、生涯現役夢追い塾というようなものもやって、どんどんですねシニアの力を活用していきたいと思ってます。本当は夢追い塾に入塾する前は60歳までかなと、自分ができる年齢の幅として60歳ぐらいかなと思ってたんですが、もう皆様のもう元気な塾生の皆さんの元気をたくさんいただいて、私よりももっともっと諸先輩方もいらっしゃいますので、まだまだやれるっていうようなそういう力もいただきました。でも私も将来北九州に戻りたいなって気持ちになりましたね。結構北九州に将来的に住むのありかなって思いました。北九州市のことなら定住移住の情報サイト北九州ライフを検索してみてください。じゃあね、バイバーイ。